まあ、進化は常にさせていきたいなっていうのもあるし、もう正解がないし、ラーメンって。もう本当なんか自由なんですよ。大川さんにとってラーはい。メンとはどういうものですか？トシジャパンチャンネル。本日は人気ラーメン店の大川さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初に大川さんのお店について教えていただけますでしょうか？はい。東京都足立区綾瀬にある檜山田昇っていう名前でラーメン屋をやってます。開店されて今何年でいらっしゃいますか4月で、8年経つので、今7年と9ヶ月ですね。はい。長くなされてますですね。ね、なんか気づいたら、気づいたら。はい。こんなに経ってました。はい。お店のラーメンの味の特徴について教えていただけますか？煮干しをふんだんに使ったラーメンで、淡麗のあっさりとした煮干しラーメンと塩煮干しそば。それと、ちょっとしょっぱくて苦い濃厚煮干しそばがあります。はい。ラーメンを始められたきっかけというのははい。何でしょうか？教えていただけますか？と、なんか昔見たドキュメンタリーで、売れてないラーメン屋さんが、売れてるラーメン屋さんが救うみたいな、修行させてみたいな。それ見たときに、なんか、師匠みたいな人が、寝ないで頑張ったから、美味しいのが作れるんだっていう一言で、寝ないで頑張ったら、ラーメン屋なれんだと思って、本当なんかそんな理由で、なんか自分で商売がしたかったので、それでラーメンいいなと思って、もともと食べるのも好きだったんで、そこからいろいろお店食べ歩いて、で、自分がここで勉強したいなってところで、修行して、みたいな感じでしたね。はい。そうするときっかけはテレビで見た番組がきっかけで、はい、そうです。はい。ラーメンの勉強を始めたということですね。そうですね。はい。そうしますと最初、はい、先ほどおっしゃってましたけれども、どこかのお店にはい。働きに行ったということですか？そうですね。まあ、はい。まあ、働きながら、まあそうですね。修行というか。はい。なんかラーメン店を始める前に修行をするってよく聞くんですけれどはい、はも、い。修行をするということと、はい。働くということは何があ違うんですか？あ。例えば、はい。僕はお店をやりたいなと思って、それで、自分が美味しいなと思ったラーメン屋さんで、まあ、勉強しに行く。で、それでまあ、お給料がもらえるっていうことで、すごいまあ、本当に修行ってもっとなんか厳しい感じなんですけど、僕からしたらお金ももらえて、そのラーメンの作り方も頑張って教えてもらえるし、だからその働くって感じだとしたら、その別に修行とか、独立とか、そういうのを別に気にせず、まあそう生きていく上で、その雇われで、ずっとラーメン屋さんで働く人もいるし、みたいな。僕の場合は、ただやっぱ雇われでずっとやるのは嫌だったんで、やっぱ修行という形で、そうですね。もう本当にだから、もう、ノー、嫌とかも言わず、もう本当に言われたことを、もうどんだけ早くイエスって言えるかみたいな、もうそういう結構厳しい感じで、はい。そうですね、やってましたね。はい。今、大川さんもおっしゃったんですけど、修行っていう言葉自体がはい。厳しいことをするのを修行というようなまあ、そうですよね。ふうにまあ、考えはい。ますよね。はい。まあでもお金もらえるから、お給料を。まあすごい、なんか、ありがたいなっていうのもあるし、だからなんか結構最近は、やっぱお給料安いから、やっぱそういうラーメン屋さんで働く人が減ってるのも、事実ではあるんですけど、僕はね、やっぱもうラーメン屋開けるって、それしかなかったんで、だからもうなんか全然お給料とかあんまり気にせず、そうそうそう、毎日その自分がこの味を作りたいなって思えるお店で、毎日働けることがすごいありがたくて。まあ本当にまあ実際修行は厳しいし、まあ、やっぱその厳しさがあるから、一日でも早く独立したいなっていうのもあったし、なんか、で、やっぱ厳しい修行がなかったらここまでやってこれなかったし、まあでも全然お金もらえるしね。いいっすよね。はい。今おっしゃったその厳しいというのは具体的には何がああ、厳しいんですか？
やっぱシンプルに朝が早いし、夜が遅いし、帰りは。で、休みの日もほんと週に1回とかで、もう全然なんか寝て終わるみたいな感じだし、でもまあ、なんか全然、すごい、やっぱ厳しい。まあやっぱ仕事内容もやっぱハードだし、やっぱ力仕事もあるし、あのー後片付けとか仕込みとかもすごい多いし、だからやっぱ初めて、ね、その修行に行った時は、なんか俺、もう、いつ辞めようかなみたいな。毎日そればっかりで。ああ、そうそう。そうすると、長時間な労働ではい。体力も使う、うん。休みも少ない、うん。そういう職場だったということですね。そうですね、当時は。今はなんか聞いたら結構だいぶ緩やかな感じになってましたけど、僕いた時はだいぶ、本当もうザ修行って感じで。はい。その、大川さんが最初に修行に行かれた時に、はい。その、勤められたお店のオーナーさんに、はい。修行に来ましたって言うんですか？それとも、あ働あ、なるきに行ほど。ったんですか？ええ。まあ、死亡理由みたいなのに聞かれて、自分でラーメン屋さんをやりたいっていう旨を伝えたら、まあ最初はなんかバイトから、で慣れてきてやってけそうだったら、その社員みたいな感じで、そういうなんか計らいをしてもらって、で、それでまあ、だから最初は本当だから弟子って感じではなかったんですよね。本当だから従業員のバイトの処理みたいな感じで、でもなんかそのバイトの時に、すごい結構接客が、なんていうんだろう。接客するぐらいしか僕の居場所がないって言ってあれなんですけれども、やっぱ素人だったし、包丁も使えなかったんで、だからやっぱ、その仕込みとか営業とかは、やっぱやれることが限られてたんで、洗い物とか接客とか。まあ、その時に僕が、なんだろう、お客さんに覚えてもらうとか、お店にとって存在価値を見出せるのが接客だったので、すごい接客が一生懸命まあ、頑張るって言ったらおかしいですけど、まあ、お客さんが気持ちよく帰ってもらえたらなっていうのを心がけて接客をしてたら、いろいろお客さんに覚えてもらえたりとか、なんか僕に会いに来ましたみたいなお客さんも増えて、でそれで社長がなんか頑張ってるのを認めてくれて、社員になるかみたいな。そっからでしたね、なんか本当修行っていうのが始まったのが。お店にしてみたら、その将来独立する人に味とか、そういうノウハウを伝えるというのは、リスクもあるように思ったんですけれども、そういうことはどうでしょうか？案外やっぱ誰にでも教えてる感じではないですよね。やっぱ頑張ってる人とか、なんか、信頼がある人。自分ももう8年近くやってて、やっぱ従業員が増えた時もあって、その時にやっぱ、この子だったら真面目にラーメン取り組んでるし、みたいな、信用もできる子には、やっぱ味作り教えることもあるし、でもやっぱ、僕も最初は全然教えてもらえなかったですけど、修行してた時は。けどやっぱ頑張ってて、なんか、きつい毎日があるやん、きつい毎日を送ってたら、やっぱどんどん、その社長とか先輩とかが、やっぱ教えてくれることが増えてきて、それでなんか、ノウハウっていうのを、まあ、あとやっぱ見て盗んだりとかもあったし、お客さんが食べ残したスープとかも飲んだりとかして、味を、なんか、ねえなみたいな。味の研究をする。研究してとか、はい。そうですね。今のお話ですと、頑張っている人に将来独立してもらいたい、みたいな応援するというか、はいはいはい。そういう考えの方が多いんでしょうか？やっぱ引き止める人もいますよね。やっぱお店にとって大差人手不足なんで、やっぱ卒業される、辞めてもらっては困るっていうので、引き止める人がいるのも、実際いることはいますけど、まあでも僕とかは、やっぱ最低この年数、2年以上働いてくれれば、もうあとはもう本当全然自分の好きにしてくれっていう。なんかやっぱ、お店をやりたくて来た人を、やっぱ引き止めるっていうのは、
それはやっぱ自分のエゴだし、僕はやっぱ気持ちよくそういう時に送り出せる人でいたいなと思うので、で、自分も実際、修行してた時、雇われた時とかに、やっぱ最後で働いたお店の場所の、お店の社長が、やっぱ気持ちよく送り出してくれたのがあったんで、だから自分も下の子にはそうしてあげたいなっていうのがあるんで、だから全然なんか、卒業しますみたいな、独立しますって言われたら、どうぞどうぞみたいな、やっちゃいなみたいな。応援しちゃう、応援したいですね、やっぱ若者は。はい。大川さんがその修行されて、はい、そのお店で出されていた味があると思うんですけれども、今こちらの日はまたのぼるさんで出されている味というのは、全く同じものなんですか？それとも何か工夫されているんでしょうか？最後にその修行した場所が煮干しラーメン屋さんだったんですよね。で、そこがすごい僕美味しくて、濃厚は、そこも醤油と塩と濃厚があって、で、醤油、なんて言うんですかね。なんか全く同じように作っててもしょうがないんで、やっぱ自分のなんか工夫とかを、もう入れて、やっぱ修行先とはだいぶ味は異なるけど、でもやっぱでも分かる人からすると、遠くに、そのやっぱ修行先の味が、やっぱそこにあるみたいな。はい。だからまるっきり壊したわけではなく、そうそうそう。いいところを残しつつみたいな。はい。今提供されているラーメンというのは、完成形なのでしょうか？それとも、日々、こう、改善をされるような進化をしているんでしょうか？まあ、進化は常にさせていきたいなっていうのもあるし、やっぱ、しょっちゅうあるのは、今あるメニューをやっぱ一回ぶっ壊してえなっていうのもあるし、で、全く違う、なんか、今その煮干しそばと塩煮干しそばは水と煮干しで作ってるんですけど、それをもっと動物と煮干しみたいな、もうまるっきり別の方向に向かっていきたいなっていうのもあるし、濃厚も麺が細麺なんですけど、なんかもっと麺も変えたりとか、なんかもうチャーシューも今あるやつを一回もう全部やめて、違うチャーシューにしてえなっていうのも、毎日考えながらやってますね。すごいですね。はい。ぶっ壊したいなと思うことが、その毎日ちょっとした変化を、なんか徐々にお客さんが気づく気づかないぐらいの範囲で、はい。そうですね。なるほど。なんかこう、なんでしょうね。こちらのファンとしては、一度食べて美味しかったものを、またあの店に行って、同じ味を求めるっていうのもありますし、ありますよね、はい。それと、またさらに美味しくなったなっていうのも嬉しいですし、その辺ってなかなかあれですよね。消費者ってわがままだから、味が変わったとかって思ったりもするし。それに関しては、もうその美味しかった、また行こうってなった時に味が違ったとするじゃないですか。でも今その子で出してるやつが、自分が美味しいなと思ってるやつなので、それが分かんなかったら、もう置き去りにしていこうっていう。もう自己流というか、自分が信じる道を行く。そうです。やっぱ自分が美味しいって思ってないと、やっぱ自信を持って出せなくて、で前回、そのちょっと変わる前のラーメンを食べて美味しいから、じゃあまた1年後にまた行こうってなった時に、全然違うのが出てきた時に、それが美味しいってなればいいし、それがなんか1年前のが美味しかったなって言われたら、それはしょうがないかなっていう。私はもうラーメンの業界を知らないんですけれども、例えばそのメニューとして定番のものがあって、で週替わりじゃないですけども、また別にこう出すっていうのは、これはエネルギーが非常に大変なのでしょうか？まあやっぱ通常のメニューとプラスで、そのやっぱ限定をやったりしますけど、気分転換みたいなのもあって、なんか休みの日に食べたどこどこのラーメンが美味しくて、ちょっと自分で作ってみたいなっていう時もやっぱあるので、そういう時に、まあ、それがすごいお客様に出せそうだったら、限定でやろうかとか、そういうのをやっぱちょこちょこやったりしますよね。やっぱその限定をやったことで、自分の引き出しが増えたりとかもあったんで、最近、かなりこうなんでしょう、原価というんですか、いろんなものが値上がりをしてますですよね。まあ電気代もガス代も、食材も、やっぱりその辺っていうのは経営的には。いや、だいぶ本当に儲けないですよね、ほぼね。
もうだいぶ上がっちゃって、この3年ぐらいとかで。煮干しとかもほんと倍になってるし。2倍は大変ですね。2倍ぐらい上がってますよね。だからほんと煮干しラーメンやりてえなっていう時も、もうほぼ、ただ毎日ずっと思ってましたし、この3年ぐらい。もうやってらんないやっていう。この3年ぐらい本当に原価が上がりまくりです。一気に上がりましたね。お肉もそうだし。はい。そうですね。今なんかラーメン1000円の壁とかっていう言い方聞きますけど、本当にこだわってるお店のラーメンって1000円で出せないですよね。1000円は超えますよね。超えますよね。やっぱ今。もう実際はもう2000円でも3000円でも美味しければ。まあそうですよね。というファンもいますよね。はい。はい。まあそういうね、2000円でも3000円でも出しても食べますっていう人はいると思うんですけど、やっぱサラリーマンの方とか、毎日じゃ会社とか、家の近くで来やすいから来てくれてる人とかも、やっぱお小遣いとかでやりくりしてる人からすると、やっぱ2000円のラーメンって、やっぱすごい手が出しづらいから、もちろんそうですね。だからすごい、本当はもう僕もやっぱ1200、300円とか1500円ぐらいしないと、生活がなかなか豊かにならないのも事実ですけど、でもなんか、やっぱ、自分のラーメンが、1500円とか2000円取れるラーメンだと思ってなくて、ね、それ自分、自信がないって言ったらあれですけど、腕に一生懸命頑張ってはいるんですけど、やっぱ1500円取ってお客さんに喜ばせられるような人間じゃないと思ってるんで、だからやっぱなるべく、1000円前後の価格帯で、そう勝負してますけど、でもやっぱ苦しいですよね。全国のラーメン店さんってかなりこだわりがもちろんあって、もう材料とかもいいものを使ってらっしゃったりとか、かなりもう、なんでしょう。いわゆる昔のラーメンというものと今のラーメンというものは違う料理に、なってしまったんじゃないかって思ったりするんですよね。やっぱワンコインで食べれる時代を知ってる人からすると、やっぱ今、ラーメン屋さん、特に個人店のラーメン屋さん行くと、高っって多分なると思うし、でもやっぱ安いラーメンで、お値段でやってる、そういう町中華とかもあるんで、やっぱそういう人はやっぱそっちに行ったりとかするし、だからなんか、僕からすると本当もうちょっと値上げしてくれよっていう安いラーメンを見ると、こんなに美味しいんだから、もうちょっと値段上げてくれよなっていうのもありますよね。なんか本当この値段でやれたら困るよみたいな。そう、すごいそういうのもあるんで、なんか、あんまでももう本当お金のことは極力気にせず、なんか自分が作りたいラーメン、入れたいやつを、入れたい材料も入れて、もうなんか、あんまお金気にしたら、なんか嫌だなっていうのは、すごい、ずっとそういうのあったんで、だからなんかそんな、あんまり、ね、安いラーメン食べたかったら、安いラーメン食べればいいし、お客さんにとって。で、僕のラーメンが食べたかったら、僕のとこ来てくれればいいし、なんかそういう住み分けはあると思うので、はい。で、高いラーメンが好きな人はやっぱそういう高いラーメン屋さん行く人もいるし、別になんか、もうそんな気にしないです、あんま。はい。今のお話にもありましたけど、ラーメンって、町中華のラーメンもあれば、ラーメン専門店もあれば、味についても、味噌があったり、豚骨があったり、醤油があったり、もうラーメンという、なんでしょう。ラーメンという言葉でくくれないような、とてもラーメンの中にいろんな種類ありますよね。ありますね。で、これ、すべてそれぞれに美味しいんですけれども、この、ラーメンと一括りにする自体が難しい気がしてきちゃうんですけどね。その辺若さんどう思ってらっしゃいますか？いやーでも、もうでもこれがラーメンですって言ったら、もうラーメンなんで、フレンチだってそうじゃないですか。もうフランス人が作ったらフレンチなんですよ。だから、ラーメン屋さんがラーメン作ったらラーメンだし、別になんか一般の方が家でラーメン作ったらもうラーメンだし、そんななんかあんま複雑に難しく考えず、なんかもう、醤油も味噌も塩も豚骨も、あれで全部ラーメンだし、で、あと別につけ麺もあるし、なんかあんまり、なんか、なんすかね。僕も全然、だから中で煮干しっていう
またちょっと畑が違う世界でやってるから、でもそれもラーメンだし、私のラーメン。なんで、だからなんか、もう正解がないし、ラーメンって、もう本当なんか自由なんですよ。もう何をしようにも。美味しければそれでいいみたいな。僕はやっぱそういうところがすごい好きで、ラーメンの。そうそうそう。まあもう全然あんまり深く考えず、ね。ラーメン、もうこれもラーメン、あれもラーメンっていう。はい。今もかなりお話いただいたんですけど、ラーメン店のオーナーさんとして、こう楽しさとか、逆に大変さについて教えていただけますか？まあ大変さだとすると、やっぱ仕事的に、やっぱりハードだし、やっぱカウンター、うちのお店はカウンターだけでやってるんで、やっぱお客さんとの距離が近くて、だからやっぱすごい、お客さんの視線にさらされながら、やっぱラーメンを作るっていうのも、やっぱ結構精神的にも疲弊するし、下手なことできないなっていうのもあるし、でも、その反動っていうか、その反面、楽しいことになるんですけど、やっぱそうやってお客さんとカウンターでやってて、距離が近いのもあって、美味しかったら美味しいってダイレクトで言ってもらえるのもあるし、なんか、なんか、先週来た人が、また不意に1週間後とかにふらっと現れて、ああ、なんか美味しかったんだな、前回みたいな。で、また来てくれたんだな、みたいな。で、それが2、3回ぐらい続くと、やっぱこっちから話しかけてみたりとか、家近いんですかとか。そう、本当なんか、ラーメン屋でやってますけど、僕はお客さんと話したり、いろいろ悩みとか、なんか、嬉しいこととか、そういうお客さんの身の上話を聞くのが、僕はすごい結構それが楽しくて、好きで、で、やっぱそういうなんか背中を押してあげれるような、そういう困ってる人がいたりとか、悩んでる人がいたら、背中を押してあげれるような人でいたいなと思うんで、本当なんかイメージとしては本当なんかスナックみたいな、ラーメン屋でありたいなと思って、お帰りみたいな。元気やったみたいな。そう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 。ラーメンを通して、そうですね。なんかそういうスナックみたいな感じで、なんか気兼ねなく話せるような、そう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 。目指してやってますね。なんか大川さん、ビジュアル的にミュージシャンみたいなんですけど、何か音楽はなさってるんでしょうか？音楽は、いや、もう全然普通に聴く専門で、もうほんとロックからパンクから、なんか洋楽とか、ポップもそうだし、その音楽が大好きで、結構やっぱ音楽、修行時代もそうでしたけど、音楽に結構救われることが多かったんで、だからなんか自分のお店も、結構音楽を爆音で流して、まあやっぱ自分が楽しく働くことを前提にして、そしたらやっぱちょっと音量が大きめの、感じでやってましたね。なので僕はもうほんと聞く専門で、まあライブ行ったりとか、もうほんとそんな感じで。お店の名前に特徴がありますけれども、こちらはどのようにして名付けられたんですか？僕が結構修行時代に救われたって言ってた話で、ドラゴンアッシュってバンドがいて、その時、初めてドラゴンアッシュのライブを見た時に、日がまた昇り繰り返すって曲を一発目でやってくれたんですけど、もうそれがあまりにも神々しくて、かっこよすぎて、なんか、それまではCD でしか聴いてなかったのが、初めて生で見た時に、圧倒されちゃって、で、それからずっと本当ドラゴンアッシュをめちゃくちゃ聴くことが増えて、で、修行時代も何度もドラゴンアッシュの曲に救われて、元気をもらったりとか。で、それでじゃあ自分がお店をやるときに、屋号をどうしようかなと思ったら、やっぱ、なんかドラゴンアッシュの曲から、屋号をちょっとなんか曲をもじって、屋号にしたいなと思って、で、それが、やっぱり一番最初に衝撃が大きかった、日がまた昇り繰り返すがあったので、それでまあ、日がまた昇るって、ちょっと変えて、コンパクトにしてやってます。大川さんのこれからの、人生とか、お店のこととかの計画とか、夢とか、そういうのはございますか？
いやー、特にあんま、もう、なんかいろいろやりたいこともやったし、いろいろ失敗もあったし、結構、紆余曲折があって、今日に至るんで、なんかもう、特に、まあ本当変わらず、常連さんを、本当に大切にして、なんか、うん、もう別に本当言ってしまえば、別に来年お店なくなっても、別に僕は全然悔いがないぐらい、結構もう、結構いろいろやってきた感はあるんで、でもまあ本当に常連さんのためにやってるとこもあるんで、本当なんか、そうやって、特に大きな目標もなく、本当毎日粛々と平和にお客さんと一緒に、なんか楽しくやっていけたらなっていう、本当なんかそんな感じですね。はい。ラーメンの味の進化というのはもう続けてそれはもう、それはやっぱもう結構飽き性なんで、毎日同じことやってるのができないんで、それはやっぱもうほんとちょこちょこ、なんか、今日はこうだったけど明日こうしてみようかなみたいなのは、絶えずやっていきたいなと。はい。なかなか正解がいつ見つかるか見つからないのか。ねえ、まあでも本当最初の1年目の時と比べたら、だいぶ味も変わったし、なんかいろいろね、進化もあったな。まあそれ進化なのかあれかわかんないですけど、対価かわかんないけど、でも僕としては本当8年近くでだいぶ、すごい、最初の頃とは全く別物になったので、でも、まあ大まかのそのベースは崩さず、ちょこちょこ細部をいじってやってるので、まあそれ変わらず、本当なんか、ちょっと研究していきたいなっていうのはありますよね、変わらず。はい。わかりました。最後に、大川さんにとってラーメンとはどういうものですか？なんですかね。まあ本当なんか、生き様といえば生き様だし、やっぱ自分が出るんで、作ったラーメンが自分と生き様が出ると思ってるので、まあ生き様といえば生き様だし、まあ本当に、まラーメンが2000円だ3000円だって話ですけど、やっぱたかがラーメンだし、やっぱみんながその気兼ねなくもともと食べてきたものなので、本当別にそんなラーメンにブランドとか、そういうのは別に求めず、本当みんなが気兼ねなく食べれる大衆食のでいたいなっていう。それですかね。あんまそんな、たかがラーメンなんで。はい。ありがとうございます。これからも美味しいラーメンをどうぞ作り続けてください。はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.